はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、2023年エンリステッドロードマップがついに発表されましたんで、これについて解説していきたいと思います。見てもらったらわかると思うんですが、ロードマップっていうのは、2023年エンリステッドはこういう風にしていくよっていうような、計画表みたいなものなんですけど、で、まず最初に、KOFOX っていう、ディベロッパー、開発側の方からですね、挨拶みたいなものがあって、キャンペーン間のレベル分けやエンリステッドプレイヤーの分割に生じた問題を解決していく予定ですと。で、新しいプログレッションシステムについては近い将来一連の開発ブログでお伝えしますと。で、この、プログレッションシステムっていうのは進行システムっていうことです。ここにも書いてあるんですけど、進行システムと。で、これに対してですね、ユーザーが反応してて、ロシア語圏のユーザーがですね、これいろいろ言ってるんですが、これはどう読むんですかと、この画像はどういうふうに読み取ったらいいんですかっていうふうなことを言ってて、行間それとも2023年の計画を順不動に並べたものですかって聞いてるんですね。で、これに対して別のユーザーが、こういうふうに読んだらいいんだよっていうことを、コメントしています。これがそのチャートです。各列は90日間です。最初の列まではあと57日間ですっていうような感じで、手書きで、ぐちゃぐちゃなメッセージを投稿してるんですけど、これに対してまた別のユーザーがですね、これらは第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4に該当します。しかし日付がないんで念のため、まだ追加になるかもしれませんみたいなことを言ってるんですが、開発側のですね、KOFOX がこれに返答していてですね、そうではないと一周してます。矢印は優先順位を表しています。月でもなくステージでもありませんというふうにここで言ってます。で、それに加えてですね、左から右へ、上から下へ理想は何かが入れ替わるかもしれませんというふうに付け加えています。これはどういうことかっていうと、これ一見するとですね、ニューバトルパスって下に4つとも下に書いてあって、バトルパスのシーズンごとにこういうふうな変更点がされていくよっていうことの、計画表に見えるんですけど、そうじゃない可能性があるってことですね。別にこれは優先順位を並べたものであって、その月がどうとか、バトルパスのシーズンがどうとかっていうものじゃないよっていうふうに言ってるので、そうじゃない可能性もあります。ただ、ここに書かれている内容を実行していくっていうことには変わりないと思うので、そこは大丈夫なのかなというふうに思います。で、ここに書かれている内容をですね、順に追っていきます。ここのニュークラス with unique mechanics から順に追っていきますね。何が書かれているかっていうことですね。で、パート1ですね。ニュークラス with unique mechanics。これはですね、新規軸のクラスっていう風な意味でですね、新しいクラスっていうことです。で、クラスっていうのは何かっていうと、例えば衛生兵とかだったり、突撃兵とかだったり、迫撃砲分隊だったり、要はその兵種みたいなものですね。あれの新しいクラス、新しいものを追加しますよみたいな、いうことですね。で、衛生兵なんかも割と新しい方の分隊なんですけど、ああいうのがポンと追加されたりみたいなことがこのゲームではあるので、この、ロードマップでそれが計画されてますよっていうことを、みんなにお知らせしてるっていう感じですね。で、これに対して、海外の投稿版でですね、落下傘部隊を希望しますというふうなことをだったらいいなみたいなことですね。それがどのような感じになるかわかんないけど、自分は落下傘部隊がいいなっていうようなことを言ってる人がいてですね、これはですね、この投稿の他にも海外のユーザーで非常にこれが非常にっていうか多かったですね。落下傘部隊、パラシュート部隊が欲しいなとか、そんなん来たら面白いのになみたいなことを言ってる人が結構いました。あと、もう一つ多かったのが、僕よくわかんないんですけど、将校分隊とか、将校分隊将校が欲しいとか、出たら面白いなみたいなことを言ってる人が割と多かったイメージですね。で、何が来るかはお楽しみっていう感じですね。で、2つ目のですね、ニューバトルフィールド・イン・ノルマンディ。これは分かりやすいですね。ノルマンディキャンペーンでの新しい戦場が追加されますよっていうことですね。で、3つ目はですね、これ画像がですね、こんな風に削り取られてですね、ロードマップなんですけど、秘密にされてます。で、一部隠れているような形になって、これはまだわからないよっていうようなことですね。パート2に行きます。この2つ目の段落ですね。このパート2で何が書かれているかっていうと、メジャー UI アップグレードっていうのが、予定されてます。これ何かっていうと UI のアップグレードですね。UI っていうのはそのゲーム画面のデザイン的なもので、例えばここに平坦だったりとか、ここにバトルパスとか、ここにこのボタンがあって、ここにこれがあってみたいな今もあると思うんですけど、そのデザインをちょっと変えますよというか、良くしますよみたいなことを一応計画してるみたいです。個人的にはもうこれで慣れてて別に不便にも感じないので、あんまり必要性は正直感じないんですけど、一応やるみたいですね。で、第2がですね、ニュープログレッションシステム。これが非常に重要なところになるかなというふうに思います。
これが最初から言ってる新しいプログレッションシステム。プログレッションっていうのは進行っていう意味なので、新しい進行システムっていうことです。これ何かっていうと、エンリステッドはですね、過去のアップグレードの時でもですね、プログレッションシステムっていう言葉を使ってるんですよ。で、その時は、何をしたかっていうと、兵士の育成方法だとか武器のアップグレードを改善しますっていう時に、このプログレッションシステムっていう言葉をその時は使ってました。例えば兵士をこう強くするレベル上げとか、武器のアップグレードをするときに銅のチケットでできるようになりますよみたいな。で、軍事侵攻の進め方ももちろんそのプログレッションシステムになりますんで、そっちの方面の進め方に変更があるのかもしれないですね。あとは単純に今6個キャンペーンがあって、しかも2つずつ陣営が分かれてるんで、全部育成しようと思ったらめちゃくちゃ大変じゃないですか。1つのキャンペーンだけでも、1つのキャンペーンの1つの陣営だけでもゼロから始めようと思ったらすごく大変だと思うので、その辺のテこ入れというか何か改善があるのかなっていうのが自然な見方かなというふうになってます。この投稿というか、この内容に関しては、一般ユーザーがですね反応しててですね、ニュープログレッションシステムっていうような感じでこう投稿してて、これはですね新しい進行システムですか、期待できそうですねっていうのに対して、開発者側がですね、はい、開発者ブログでの発表はもうすぐですというような返答をしています。で、次ですね、第3のニューバトルフィールド・イン・ザ・パシフィック太平洋キャンペーンでの新しい戦場っていうのが、されてます。で、2月20日にですね、エンリステッドの公式ツイッターの方の投稿で、硫黄島のこういう投稿があったんですね。2月だからこれをやったのか、新しくなんか出るよっていうあれなのかわかんないですけど、硫黄島のこういうあれがあって、硫黄島になったらいいなみたいなことを言ってる人は結構ユーザーでもいました。あとなんかペリリュー島みたいななんかあるんですよね。それかもなみたいなことを言ってる人も結構多くて、その硫黄島かそっちの島かなって言ってる人が多いかなっていう印象ですね。で、4つ目はですね、ニュータイプオブエアクラフトウェポンズっていうのがあります。これはどういう意味かっていうと、飛行機の新しい武器です。今、飛行機の武器といったらですね、機関銃と爆弾と、あとロケットの3つがメインだと思うんですけど、ここに新しいものを追加する予定ですよっていうことがアナウンスされました。で、これに対してユーザーがですね、いろいろ言ってる人がいてですね、ニューエアクラフトウェポンズみたいな感じから始まって、これは新型航空機兵器並びに新しい太平洋の戦場想像してごらん、魚雷だよみたいなことを言ってる人がいたりだとかですね。でもこれ以上に多かったのがですね、新兵器はナパームかもしれない。もしかしてナパームってこのナパーム弾を、予想している人が、かなり多かったですね。この新しい武器っていうのはナパーム弾じゃないかって言ってるような、今雰囲気ですね。で、次にですね、パート3、この第3段落の方に移っていきますが、ここに何が書かれているかっていうと、OBT is over the release of Enlisted っていうことが第一に掲げられています。これはですね、オープンベータテストの終了と Enlisted の正式リリースをしますよっていうことです。で、これが一応書かれているんですけど、これに対してユーザーがですね、このままで OBT が終わってしまうのでは、私はこのゲームが大好きです。いくつかの傷やバグがあってもそれをシャットダウン、要はサービス終了しないでくださいって嘆いている人がいるんですね。いるんですけど、これに対して他のユーザーが3人ですね、ということは発売されるということですと返していったりですね、あとはそうですね、有料になるのが怖いですね、このままでいてほしいですって言ってたり、3つ目の人はですね、いつからゲームを発売するイコールゲームを停止するになったんだ、かっこ笑いみたいな感じでこう言ってたりとかいうような感じになってます。これが1つ目の、あれですね、パート3の1つ目の話題ですね。で、2つ目はですね、ローンチオンはてなはてなはてな、ここの部分は削られて隠されてます。これは何かっていうと、何々で発売開始っていうような意味です。で、これに対してはモバイル版だみんなって言ってる人がいたりだとか、いやいやスチーム版だろうとか、いやスイッチだろうかっこ笑いみたいな人もいたりだとかするんですが、圧倒的にスチームだろうって言ってる人が多いですね。スチームであることを祈りますとかっていうことを言ってる人がユーザーの中では現状多い感じです。で、3つ目はですね、ニューキャンペーン in a new format、新フォーマットのキャンペーンっていうことを、アナウンスされてます。これはキャンペーンっていうのはその太平洋キャンペーンだったりノルマンディーキャンペーンだったりっていう大区分ですね
大きな区分がもう一つ追加されますよっていうことがアナウンスされています。で、これに対して一般ユーザーがですね、せっかくもう6個もあるのにキャンペーンを追加するのはやめてほしいと。しかもランダムにキャンペーンを選ぶと、新規で20人入ったとして実際にプレイできるのは5人ぐらい、これチリチリになって5人ぐらいになっちゃうじゃないかっていうのに対して、開発者側がですね、次のブログをお待ちくださいと、今週末には公開できると思います。そこでは新しいキャンペーンが今までとは全く違う方法で私たちのゲームに登場することが分かりますと、今週末にはもう一回詳しく発表しますっていうことを言ってるんですね。で、ここでスポイラーっつって自分でネタバレって言って、新しい進行だけではなくメタゲームプレイにおけるより多くのポジティブな変化っていうようなことを言ってます。メタゲームプレイっていうのがよくわかんないんですけど、新しいキャンペーンがどうっていうのだけじゃなくて、今現行の現在あるキャンペーンについてもポジティブな変化があるよっていう意味なのかなっていうふうに思いますが、そういうことがあるみたいです。で、パート3の4つ目に関してはもう完全に削れてないような感じになってるんですが、これはもうハテナハテナって感じになってます。これに対してユーザーがですね、アーゾーズチップドみたいな感じで書いてるんですけど、これはその削られた部分は発表されていないだけでもっとコンテンツを入れる余地があるかもしれないということでしょうか。例えば何か新しいことを思いついてそれをそのままはめ込むっていう意味ですか、それとも基本的にただ画像の飾りですかみたいな、こんな見せかけですかみたいなことを聞いてるんですけど、これに対して KOFOX がですね、そう、秘密、まだできていない、でも構想はあるといった具合ですっていうような返答をしています。構想はあるんで、これをしたいっていうのはあるんだけど、まだ秘密だよみたいなことを言ってるんですね。で、パート4ですね。第4段落のこの最後のパートを、何が書かれてるかっていうとですね、New Campaign in a New Format っていうことで、さっきと一緒ですね、キャンペーンがもう1個追加されますよっていうことなので、今年中にキャンペーンが一応2個追加される予定ということですね。これは結構でかいかなというふうに思います。で、2つ目がですね、New Type of Ground Vehicles with Unique Mechanics っていうことで、地上戦における、地上車両が新しい種類のものが追加されますっていうことですね。新しいユニークメカニクスなので、新しい戦車が単に出るよとかっていう意味じゃなくて、その種類自体が新しいっていう形ですね。で、これに対してはですね、ユーザーがハーフトラックかな、今のゲームにどうフィットするのかわからないけどっていうような投稿があってですね、それに対して理論的にはバイクのような新しい車両スロットになる可能性があります。つまり戦車、飛行機、そして車両が存在することになりますって返してたり、これはあくまで一般ユーザーのあれですけど、で、別の方がですね、ハーフトラックであることを祈ります。多くの試合で機動力、カバーの恩恵を受けることができる。新しく追加されるマップでは、それがより大きな恩恵になるかもしれない。誰もが突進してポイントをということにしたがるが、すでにマップにあるトラックはふにゃふにゃなので誰も触らない。確かに今でもマップにトラックってあるんですけど、あれすぐやられちゃうんでみんな触らないよねっていうような話です。で、このハーフトラックかなっていうのはもう圧倒的に多くてですね、いろんなところでいろんな人がユーザーが言ってるって感じです。ハーフトラックだろうっていうような感じで言ってますね。これが、パート4の、2つ目の話題で、3つ目はもう完全に隠されてハテナハテナハテナって感じになってます。まとめてみたんですがいかがでしたでしょうか。こうなるんじゃないっていうような予想とかですねあったら、ぜひコメント欄に書いてもらえればというふうに思います。ロードマップなんでね、こんな風なことがなったらいいなっていうか、楽しみに待っとくっていうような感じのものでいいのかなっていうふうに思います。で、最後に言ってくるんですけど、KFOX がなんか誰かの投稿に対して言ってたんですけど、このロードマップっていうのは何か詳細なディティールをみんなにこう細々と説明するっていうものではなくて、あくまでこういう構想だよっていうざっくりとしたものをみんなに発表するっていう機会なので、そういう風に捉えてもらったら嬉しいですみたいなことを言ってました。最初に言ったように優先順位も変わるかもしれないしみたいなことですね。ということで今回は、2023年エンリステッドロードマップについて解説しました。ご視聴ありがとうございました。